やっぱり前持ってこられた枝も二段っていうか厚みを持ってどうしても横へ広げたくなっちゃうんですけど。そうですね、おそらくそう思いますだから枝をどう使いこなすかというテクニックなんですよね、でも今ね見ていただいて分かる通りこうなるんだけど、いよいよ自分がやるとまた元の自分に戻っちゃうんですよね。皆さんよく聞かれますけどね、そういうふうにやりだすとどうも自分でうまくいかないとなると、やっぱり自分の思いを持ってきてやる、それやっぱり元に戻ってるんですよね、その時ってのは。そこをなかなかねこう理屈で理解するんじゃなくて肌で感じるって、そこまでいくと自然にその動きが不自然じゃないように扱えるようになるんじゃないですか。おそらく理屈では頭では言葉で聞いて分かったんだけど、理解しきれてないからどうしてもやっていながら自分が不自然だなと思ってしまうんでしょうね、それが理解できた時に不自然じゃない、また不自然じゃないから自然にそこへあたかも自然にあるように枝を持っていくことが感性的に自分がそういうものを持ってたならば自然とできるんじゃないですか。それが理屈で思っている限りはちょっと難しいと思います、でもじゃあそれ理屈明日から捨てなさいって言ってはい分かりましたって人もいないですからね。だからそれだけやはりね皆さん覚えてきたことっていうのはなかなか忘れられないんですよだから今正面に残した枝ね、これなんかをちょっと取ってみればどうなるのって考えた時には、私は取るわけにいかないから取らないですけれどもね、取ったらバランスが悪くなりますから。非常に雰囲気のいい木になりましたよね。こうやって見ていただいても分かる通りね、とても最初の姿からじゃちょっと想像もできないほど軽快な木になりましたよね。これが全てじゃないです。ここからやはりスタートですから。だからここを基本ベースとした姿にして、これからまた中には厚みを出す枝もあるから、そこは厚みを持たせながらという、そういう課題がこれから残っていくわけですよね。まあそれがこれからのこの木を楽しむ一つのね、なんて言いますか、授業というか、そういうことになってくるんじゃないですかね。だから先ほども申しますけど、やはりこういう返してある枝とは言いながら、ここに厚みがあるとないとではもうバランスは取れませんからね、真っ平らにしちゃったら。それとやはりこういうふうに枝をちょっと動かしてある、このまっすぐにしたのもダメですから。だからその辺もこのテクニックなんですよ。何でも平らにってね、物の方には枝をつけながら下げなさいって書いてあるけども、それも一つの理屈なんです。だけど木によったら全てじゃないですよということを考えていただくこと。そうしないとこういう枝の使い方はできませんから。こんなのおかしい、上がって下がってそんなのおかしいって言ってたらもう木作りになりませんからね。でも不自然さはないと思うんです。こうやって見ていただいて、だからここの間なんかを生かすためにやっぱりこういう枝が必要なんです。これがなかったらこれ本当に間抜けになっちゃいますから、非常にその辺のね木の作り方、枝の使い方っていうのは重要なんです。だからこの枝なんかも理屈で言えば返してあります。だけどこれはねやっぱりここには必要なんですよ。これをただここへまっすぐ持ってくればいいって、ここの枝そんな返さないでここへ持ってきたらどうなのって、そういうことじゃないんですよね。そうすると味が良くないんですね。これ例えばここへこうやって持ってくるとね、こううまく回って出てくる枝ならまだいいですけども、さっきの枝みたいにこう切ってますけどね、これはもう使いこなしきれないで切ってるんですけどね。だから出方によっては使ったかもしれないです、うまく出てれば。でもやはりこの枝の場合にはここへ枝を使うとこの動きのある奥の枝が見えなくなってしまうんですね。そうするとここの間がまたバランス悪くなってしまうんですよ。だからここに枝があることによってちょっとバランスが悪くなる。やっぱりここの間を生かすためにもこれはいらなかったということと、この枝が非常に重要な役割を持っている。それと同時にこの正面枝があることによってバランスが保たれている。そういうふうに私なんかは見て木を作ってます。あとは見られる方がねどう理解するか、それは皆さんの理解の仕方ですからね、それは構わないと思うんですがね。でも木作りの中にはそういうこともあるんですよということが一つの例じゃないですかね。こうやって見ていただいても違和感ないですよね、全然ね。こんなところでね、
米綱の授業は終わりたいと思いますが、何か質問あったらどうぞ言ってください。あとこれ植え替えはやっぱりしなくちゃいけないんですが、はい、いつ頃までをめどにっていうんですか。そうですね、まあ4月いっぱいいいんじゃないですか。で、私が去年やってるのは、9月の1日に根を切って植え替えています。全然枯れません。今でも元気でいます。だからそれはだから、まあ皆さんが安心してできるのは4月いっぱいぐらいじゃないですか。でも私のやった9月にやれば枯れるんですかって言ったら、皆さんがやっても枯れません。ただその根の使い方、処理の仕方っていうのはありますけどね。だからその辺はやっぱり春やってもその時期にやっても、いつの時期にやってもやっぱり根をどう扱ってるかが問題なんですよ。この時期だから思いっきり切ってもいいっつって切っちゃって傷む場合もありますからね。その辺はだからよくね、考えながらやっていただくということじゃないかなと思います。非常に動きのある軽快な木になりましたね。やはり今まだこの幹に対して正直幅りが大きいんです、まだ。もう一回りから二回り締めてくるといいんですけれども、今回はここまでが限界です。だからこれで仕上がりですとは言わないんです。ここからスタートですよって言ってるのはそこなんです。でもね、形としては見れるんですよ。形がいいですから。でも盆栽は形がいいところだけを楽しむもんじゃなくて、この先この木をどう作っていくのかっていうことが大事なんであって、ここで満足されてしまったらこれで終わりますから。この先なんですよ。だから盆栽というものはこれからこの木が5年10年楽しめるんですよ。これで完成しました、終わりました、このまま動かないんだったら非常にいいんですけど、盆栽はこの先を楽しむということを考えたならば、そういうことも考えてこれから管理していくということは大事なんじゃないですか。まあ鉢も変えるということもこれから春の楽しみ、いろんなことあると思いますよ、ね、そんなことでやってみていただければと思います、短時間でしたが、まあ結果としてはこんな結果になりましたので喜んでいただけると思いますありがとうございます。では西川さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと質問というかね、はい、映像の中に、はい、右手にねちょっとね気になる木があるんですよ。と説明っていうかこれですね、原産はオーストラリアなんです。はい、オーストラリア。はあ。それでオーストラリアではこれがね自生してるんであろうと思うんです。っていうのは私も映像で見たんですが、はい、庭にグレビレアというこの種類のものが赤の花のものと白の花のものがあって庭木として入ってます。それはこういうふうに日本でいう盆栽のような姿でなくて刈り込んできれいに丸くなってましたね。やはり我々は日本人盆栽の世界にいますから、はい、そういうものであっても盆栽の姿として見たいということでこんなようなものを仕上げてみたんです。はあ。でグレビレアは皆さんねグレビレアっていうとわからないですよ。業者の方でもどういうことを言うかというと羽衣の松っていうんですね、よく業界では。はい、だから松じゃないでしょってでもこの木は私どもが一番初めて見たのは今から25年以上前なんです。うちへ来られてるお客さんが、はい、国風へ行った帰りに、はい、第2会場の売店で、はい、見て珍しいもんだなって言って買ってこられたんですよ。で持ってこられたんですよ。これなんとかなりますかっていうただのもう挿し木した棒みたいなものをどうしたいわけって言ったら、いやだってこれ盆栽にしたいんだけど盆栽するのっつってそれで針金をかけて形を作ったんです。それが最初なんです。でその時に枝をどんどん外しましてそれを挿し木して増えたのが今お客さんのところに随分行ってます。だから皆さんのところにこのグレビレアっていうのがいっぱいあるんです。でうちではグレビレアっていうことで言ってお客さんも名前を覚えてくれたんですが業界ではおそらく今でも葉物の松って言ってるはずです。でも業界でも珍しいですよ。あんまり出てこないですからこの木は。で私ども見たのはどんな木を見たかというともさもさっとしたこう自然にこう伸びちゃってるようなもので花が咲いて綺麗だねというだけのものであってこのような盆栽の姿というものは表現されてなかったですよね。で非常にこの木はね元気がいいです。で春でも夏でも植え替えてるんですがもう1年で根がぎっちり回ってしまいますから毎年植え替えるということ。それと赤玉だけ単葉でいいです。それと水と肥料が大好きですからどんどん与えて大丈夫です。で針金をかけると太ってきますからやはり食い込む前に外してあげるということ。で一度形ができてしまえばどんどん伸びてるところを切ってあげてまあ
さつきのような感覚で剪定をしていただければ形のできたものはほとんど崩れません。そのぐらい管理も楽ですしね、扱いやすいものだなというふうに思ってます。で花が非常にこのね、なんて言いますか、小草みたいな花なんですね。こう綺麗な小草を想像させるようなそんな花ですよね。だからね、この映像を見ていただいてまたね、興味がある方いればまたちょっと探してみていただいて作ってみることも楽しいんじゃないかなとは思いますがね。まあ私がこれを挿し木して今年で5年目です。まあ幼樹みたいなものを刺して伸ばしておいて、それで曲がる時期に針金をかけて形として作ったということなんですね。その結果が今出てるわけです。だから大体5年ぐらいでできてくるんじゃないかなというようなことを思いますね。すごくいい赤、花の色がそうです素敵ですよね。綺麗ですよね。ねこれはいいですよね。ね。で、さつきでいう幸先みたいにこんなとこちょっと幸先みたいにもなってるんですよね。ピッとこう花が開いちゃって。これは西川さん。桜です。桜。桜って言うんだけど種類がわからないんですよ。これまたね。ちょっと失礼な言い方、おつなぎこういうの大好きなんですけども、これはもう西川さん何年ぐらいなんですか？私これは去年ね、お客さんがもう年取られたもので持ってってって言っていただいてきたんですよ。ただその時にはこういう形じゃなくて、右側に太い人差し指ぐらいの枝が飛び出てたんですよ。それを取ったんですよ、形が悪いということで。それで秋にこの鉢へ植え替えたんですよ、9月に。それで今年こんなに花が咲いてくれましてね。綺麗にまとめて。非常に楽しいですよね。花もちっちゃくて、種類がちょっとね、聞いてこなかったもんですから、私は桜の花っていうのは分かるんですけど、種類的なものはちょっと分からないもんですから。なんか時期的に春でいいですね。いいですね。なんとも言えないですね。まあ小さいけれども、なんかこう盆栽らしい形になってますよね。そういう意味では楽しめるんじゃないですか。なんかこう今ちょっと雰囲気が。米酢画を作っていただいている中で、なんかこう3点見せて、なんかこう西川さんのこの作り方の何かこう味的なものが感じられたんで、ちょっとご紹介させていただきました。すいません、長い間ありがとうございました。また一つよろしくどうぞお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼いたします。失礼します。